こんにちは、快適アートです。今日はアクリルガッシュでサクッと描く風景画の解説です。細かい描写はなしにして簡単な手順で描いていきますので、初心者の方向けの内容になっています。遠近感や空気感が出しやすいコツなどを解説しながら描いていくので、不透明な絵の具で描く風景画の作画のヒントにしてもらえればと思います。紙はケント紙を使います。丈夫でツルツルした紙です。絵の具はターナーのアクリルガッシュを使っています。ホワイト、スカイブルー、コバルトブルー、レモンイエロー、バントシェンナを使います。筆は平筆、彩色筆、あとは細かいところの筆のコントロールが苦手な人は面相筆を使うのもいいと思います。それでは描いていきます。まずは空を描いていきます。スカイブルーとホワイトを混色して水色を作ります。グラデーションで空を塗っていきますが、はじめに作る色は画面上の空の色の中で最も濃い色です。水は最初は筆についた分だけで絵の具を混ぜてみて、硬いと感じたら少しずつ足していきます。ガッシュをムラなく塗るためには、筆で絵の具を集めた時にこんな風にトロンとゆっくり広がるくらいの濃度がおすすめです。画面の一番上の方から塗っていきます。水平なタッチで左右に筆を動かしながら塗っていきます。ある程度塗れたら先ほど作った色に白を足していきます。1段階白くした色を先ほど塗ったところに重ねるように、また水平方向に筆を動かして塗っていきます。これは絵のサイズが大きい場合は幅の広いハケでするといいと思います。さらに下の方はまた白を加えてまたグラデーションにしていきます。雲を描きます。空の色がついた筆の先端付近にだけホワイトをつけます。ポンポンとラフな感じで描いてみましょう。筆先が白いので、それを上に向けて雲を描いてください。筆の根元についた空の色は下側に来るので、上の方が光が当たった雲のようになります。空の色や白を使いながら少し雲の形を整えておきます。次は遠方の山を描いていきます。コバルトブルー、バントシェンナ、レモンイエローを使います。先ほど空の色を塗った筆を洗わずに使っていきます。パレットに残った空の色にコバルトブルー、バントシェンナを混色してブルーグレーを作ります。夏の山は緑ですが、遠くに見えている場合、空の色の反射光や水蒸気の影響などでくすんだ青っぽい色に見えることが多いです。空の色と比較したいので、パレットに残っている空の一番明るい色のところで実際に色を置いて確認してみます。ちょっと暗く感じたので、スカイブルーと白で空の色を加えていきます。こんな風に空の色が入っているので、絵に自然に馴染んでいくと思います。一度作った色に次足して混色して作っていくのは、単純に絵の具がもったいないからというのもありますが、そういう風にした方が絵に統一感が出るという効果もあります。統一感を出す方法としては、他にも全ての色に同じ絵の具を少しずつ入れるというような方法もあります。次はもう一歩手前の山を描いていきます。先ほどの山の色にコバルトとレモンイエローを加えて調整します。手前にあるものは奥にあるものよりか鮮やかに見えていて、そしてそのものの固有色が強く見えます。またパレットでさっきの色と比較してみて色の差を確認します。
もう少しはっきりとした差をつけたかったので暗くすることにしました。コバルトとバントシェンナーを加えます。いい感じの色ができたら、乾いたさっきの山の手前の部分に重ねて山を描いていきます。暗くするために黒ではなくバントシェンナーを選んでいるのは、より優しい印象の絵にしたいからです。黒だけで明暗を作ると人工的に見えたり、もっとカチッとしたデザインのような洗練された印象になったりします。私は自然を描くときはあまり黒は使わないようにしています。次は彩色筆を使います。山の手前側に林を描いていきます。レモンイエローとコバルトブルーを混色して、それにバントシェンナーを加えて鈍くしていきます。こうすると暗い緑ができます。まずは大まかに林のシルエットを描いてから、シルエットからはみ出すようにして葉っぱを描いていきます。はみ出した葉っぱの分も考えて、シルエットは思ったより小さめに描いておくといいです。資料写真で密度が濃く隙間がないように見えている部分の範囲が最初に描くシルエットの形です。細かい葉っぱを描く際は、太い筆をコントロールするのが苦手な人もいると思います。そういう時は細い面相筆を使いましょう。点々で簡単に描きますが、点の方向が一緒になったり、点が均一になりすぎたりすると不自然に見えることがあります。ランダムな感じを意識して塗ってください。林のベースの暗い緑にレモンイエローを足して明るいところの色を作ります。今回の絵の場合、光は右斜め方向に設定しているので、林の塊の右側に明るい色を点々と塗っていきます。アクリルガッシュは乾くとやや白っぽくなるので、乾いた時の色で色を確認してから塗ってください。濡れている時はちょっと分かりにくいと思います。簡単な構成の絵でも色合わせにこだわるだけでリアルさやおしゃれさが出せます。こちらも大まかに明るいところを塗った後は、シルエットからはみ出すような感じで点々で葉っぱを描いていきます。これは光を意識して右側に多めに描いています。さらに明るいところの色を作ります。先ほどの緑にレモンイエローと白を少し混ぜます。一番ボリュームがあるところだけに点々を描いていきます。今回は林を描いていますが、木や森を描くときにも使えるテクニックです。
次は草原を塗ります。光が当たった感じにしたいので白も加えて色味を作りました。奥の方から塗っていきます。筆先にレモン色をつけて画面上で混色しながら手前の方を塗っていきます。風景を描くときは奥の方が青っぽい、手前の方が黄色っぽい光のイメージで描いています。これは太陽光の感じと、あとは空気の層の感じを意識して描いています。筆先にレモンイエローを付け足しながら筆を縦方向にして持って筆先が上の方を向くようにしてトントントンと筆を連続しておくように横に移動させていきます。これで草原の凹凸で光が当たっているところの草を表現しています。ちょっと塗り残しがあったので青みの色で林の影を描いておきました。仕上げをしていきます。山に一手間加えていきます。白っぽい鈍い緑を作りました。山の光が当たっているところに塗るので、事前にパレットにある山の色に重ねて色の差を確かめておくといいと思います。いらない紙で絵の具を少し拭き取ってパサパサした状態にしていきます。こんな感じで点々が描けたらいい具合です。光は右斜めの方から来ているので、山の膨らみの右側を明るくしていきます。ベタ塗りで塗っていると山のボリューム感は感じられないですが、明るいところができてくると立体感が出ると思います。手前の山だけにこの作業をしていきます。雲にも筆のかすれで色を追加していきます。白多めのブルーグレーを作ってそれで影を描いていきます。雲は下側に影があり、太陽の光が当たっている上の方は明るくなっています。このかすれの彩色はステンシルブラシを使うのが便利ですが、私は持っていないので普通の筆でやっています。硬くて先がまとまっていない筆の方がやりやすい作業ですが、絵の具が少ししかついていない普通の筆で優しく叩くようにするとこんな風に色がのります。
最後は白で明るいところを作って完成です。今回は絵の背景部分になりそうなイメージで作画をしてみました。あえて主役のない絵になっていますので、前に好きなモチーフを描いてみても楽しいと思います。花や木でもいいですし、空に主役を置いて飛行機でもいいかなと思います。実際モデルにしたのは牧場なんですが、手前に馬や牛がいてもいい風景です。夏休みの課題で風景画の課題がよく出題されているようで、たくさんリクエストが来ています。宿題の参考にする場合は、自分で設定したテーマに合わせて動画内で解説したポイントを取り入れて書いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。